どうもなんとか重工です。はい、ここどこやねんっていうところで始まっておりますが、私たちなんとか重工工房を引っ越しいたしました。そして工房を引っ越しするというタスクに追い立てられて、明らかにいろいろと途中っていう感じが出ておりますが、とりあえず動画撮っていきたいと思います。今回はタイガー産業さんからプラズマ切断機と溶接面のご提供いただきました。溶接面なんですけど、なんでプラズマ切断機のレビューで溶接面も一緒にやるのかというと、プラズマ切断機でも使える溶接面となっております。使う前からすでに便利ポイントとして、溶接する時に金属の含まれた煙とかを吸って、健康障害を引き起こすということで、ここ最近はこういった防塵マスクと呼ばれるものをしていたんですが、これをつけるとマスクが結構当たるんですよ。当たるんですけど、これはここ角張ってますよね。ここにフィットするようになってるんで、このマスクが邪魔にならないというね、非常にいい感じのデザインになっております。そして溶接だけでもなくプラズマ切断機でも使えるということで、レビューをしていきたいと思います。はい、フロントビューはこんな感じになっております。エア圧を見るところ、電流値を調整するところとなっております。はい、側面見ますと、エアプラズマカッターインバーターデジタルとなっております。単層 100V と 200V に対応しておると、 50Hz、60Hz、 西日本でも東日本でも使えるという感じになってます。そして背面に回りますと、こんな感じでエアフィルターとレギュレーターついております。ここを回して、フロントのエアのメーターを調整していくという感じになってます。これ付属品でした。ホース付属品でした。基本的にほとんど付属品で追加購入するものはほとんどないんですが、このオスのエアカプラーだけ、私これ購入しております。これはうちの作業場に合わせて購入してます。そしてここの電源コードは 100V のコンセントがつながってます。 200V を対応させるためにはここを切って 200V のコンセントに付け替えるか、アダプターなどがあればアダプターなどをつけるということのようです。説明書によりますと、付属のエアホースこんな感じで結構長め、コンセントも結構長めにゆとりがある長さ、そしてアースコードも長め、これトーチのコードも非常に長めとなっておりますので、コンセントからちょっと遠いとかそういったところでも作業性がいいようにですね、長くなっております。こちらのプラズマ切断機はエアコンプレッサー自体は内蔵されておりませんので、外部にエアコンプレッサーを用意しておかないと使えません。で、説明書に書いております対応エアコンプレッサーの目安、エア圧力 0.5 メガパスカル以上、エア流量100リッターパーミニッツ以上のコンプレッサーをご使用くださいと。結構コンプレッサーの能力高めのものを使ってくれという感じなんですが、以前ハイガー産業さんにご提供いただきましたこちらの動画で紹介しました2気筒モデルのコンプレッサーを今回は使わせていただきたいと思います。コンプレッサーは小さいんですが、結構大きめのサブタンクを使っておりますので、多分大丈夫だろうと思います。というわけで実際に切断していきたいと思います。
はい、というわけでアルミ板、そして鉄のスプロケットをカットしてみました。説明書にあります 100V のアルミの切断厚みが 4mm がほぼマックスで 6mm までなんか微妙に伸びてるみたいな、ちょっとよくわからんグラフなんですけど、マックス 4mm 切れるであろうというところのスペックになっておると。そして軟膏は8mm から 12mm がマックスかなみたいな感じですね。でこちら材料はなかったので 4mm に厚さを調整したアルミ板切断できました。こちら 8mm のスプロケットも切断できました。ちなみに今使っているこの 100V のコンセントのブレーカーは 20A になっております。こういった作業をするにあたってはですね、そんなに余裕のあるブレーカーではないんですが 4mm 切断できましたし 8mm も切断できました。で動画を見ていただいた通りブレーカー落ちました。なんですが、ここに書いてあるスペック、これぐらいの電流でやったら切れますよみたいなところから少し下げた状態でも 4mm は切断できましたし 8mm も切断できたので、おおよそ大体の家庭でも使えると思います。ただブレーカーについての注意点なんですけど、例えば2つぐらいついてるじゃないですか、一般的なコンセントって 100V の挿すところが。ここのコンセントにエアーコンプレッサーとこのプラズマ切断機を2つ挿してると多分あんま使えないんじゃないのかなと思います。なのでこのプラズマ切断機がつながってる 20A のコンセントと別のブレーカーでつながったコンセントにコンプレッサーをつないだ方が理想的かなと思います。 20A クラスなら。そういった点で家の電源環境に対してちょっと注意が必要かなと思います。でマックスの時にブレーカーが落ちたので、それ以下になってくるともうちょっと条件は優しくなると思いますが、そこら辺注意点かなと思います。でですね、こちら塗装した鉄板用意いたしました。板厚 3mm です。普通通電してないとアークが出ないんですけど、通電してない段階でもアークが出てるようなパイロットアーク式となっておることによって、塗装面みたいな通電しない面でも切断できるということで塗装した鉄板を用意いたしました。これで切断ができるのかどうかをチェックしていきたいと思います。そしてこちら 3D プリンターで私切断型を作ってみました。綺麗な形状が切断できるのかちょっと試してみたいと思います。はい、というわけで早速切断していきたいと思うんですが、ここにですねとんこつくん所有のパイロットアークが搭載されていないプラズマ切断機もあるので、パイロットアークがないと切断できないのかっていうのをまず試してみたいと思います。パイロットアークないですよね。これで試していきたいと思います。わずかにね火花は散りましたけど、切れないと、アークは飛ばないという感じですね。はい、では
四つ葉のパイロットアークでこいつが切断できるのかをチェックしていきたいと思います。はい、というわけで、パイロットアークで切断できました。これ 3mm の鉄板です。非常にね、雑なカットということは間違いないんですが、通電していない状態でもアークが出ていたと思うんですが、おそらくこのアークで塗装面とかの起膜的なものを焼き切った上で、通電する金属表面をあぶり出してから、アークして切断するというような形になっております。で、なんで塗装面を切断できるとええのかっていうと、不要になった車のボディとか、あるいはバイクのフレームとか、いちいちですね、切断する箇所の塗装面を剥がしとったらめんどくさいですよね。解体する時に塗装されていようが何していようがズバッと切れたら楽やねっていうことで、パイロットアーク非常に便利なんじゃないでしょうか。非常に雑なレビューですが、塗装面も切断できるということになっておりますと。はい、次行きたいと思います。はい、というわけで 3D プリンターで作った切断型を用いて、鉄板の形状加工にチャレンジしてみました。まずちょっと言い訳をしておきたいんですが、こちらの丸の最初2穴がアースケーブルをつなげてない状態で切断してました。この2つ穴、なんか切れ味が悪くなったなと思ってたら、こちらの都合でですね、アースケーブルを外して、でそれをつなげるのを忘れてて、この2穴開けてしまいました。だからパイロットアークだけで切断してたんでしょうね。道理で切れ味が悪いなと思いました。ここの最後の一穴はちゃんとアースされた状態で、切断しました。急にね、切れ味が良くなりました。で、後ろにあるね、こちらの 3D プリンターで造形した PLA という素材を使った切断型を作ってみました。熱でやられる可能性もね、十分あったんですが、できるだけね、熱くないところに逃がしていたので、溶けることはね、なかったです。ちょっとね、黒く焦げてるところはありますけど、熱の影響ができるだけ少ないところに当てがってできるように両方とも設計してます。溶けたりとかはしてないです。ないよりかはいいやろうぐらいの感じですね。あっても難しいですね。なんかスムーズに動かすのが非常に難しい。うまく使えるようなやり方っていうのは今後ね、ちょっと考えていかなあかん程度の完成度ではありますが、多分うまいことやればいい感じに、プラズマ切断機といえば雑な切断みたいな感じのところを脱することができるんじゃないのかなとちょっとね、期待してます。何重といえばデジタル系のものづくりやと CNC フライス 3D プリンター、ここら辺組み合わせてですね、デジタルものづくりの恩恵を受けれるようにね、ちょっと考えて、改善していきたいなと思います。で、溶接面なんですけど、設定値を変えれるんですよ。溶接とかカットとか切り替えれて、なおかつその画面の明るさとかっていうのも設定できるんですね。プラズマ切断機ぐらいなら、保護メガネだけでも切断はできなくもないんですが、それなりに眩しいので、やっぱ切断部分っていうのを凝視することはできないんですよ。ところが、こちらの溶接面をつけると、ほどほどに見れる。しっかり
切断状況を確認できるので、ここに何がしかのマーキングをしてそれを追うのでもこいつを使えば意外といけるんじゃないのかなと途中で思ったので、今からやってみたいと思います。はい、というわけで切断できました。非常に優秀だと思います。これでね、適当に描いた割と薄めの線、眩しすぎるということもなく目の保護をされた上で、この薄い線を追いながら、十分切断できたので、こいつとこいつを組み合わせて、ちゃんとここに書けばある程度正確な輪郭を切ることはまあまあできるんじゃないのかなと。まあ言うてもね、フリーハンドなんでガタつきはするんですけど、まあいけるんじゃないのかなと。非常にいいと思います。そしてですね、こちらのね面のレビューをついでにやっていくと、ここの車高はボタン電池と、あとまあここのソーラー発電である程度充電できたりするのかな、まあ詳しいことは分かりませんが、ボタン電池の交換もたまには必要みたいなのと、ここ充電することができます。で、何のために充電するのかというと、ここライトがつくと、はい、ライトがつくと、これなんでライトがつくと便利なのかっていうと、まあ主に溶接する時にさあいざやろうと思ったら暗くてどこに、トーチの先端が来てるかわからんっていう時に、まあこれをつけておくと、まあ、照らしてくれて、溶接の手元が見えやすいっていうのと、あとここにねファンがついてるんですよ。まあご覧の通りですね、ファンがついているので、結露するような、自分の息で結露するような時もここの換気をすることで結露を防げるし、夏場暑い時に風が通ることで涼しいとか、そういった多機能な面になっております。しかもね、このねマスクが邪魔にならないデザインになっているので非常にいい面だと思います。いずれね溶接する時にこちらの溶接の使い勝手とかもレビューしていきたいと思います。はい、というわけでタイガー産業さんにご提供いただきました四塚のプラズマ切断機と溶接面のレビューでございました。こういったものとか溶接機とかは煙に結構金属が含まれているということで肺にダメージを与えやすいということで、DIY 程度にしか使ってないし、まあええわという感じでですね、マスクはあんまりしてなかったんですが、このジンパイというやつはですね、初期症状がほとんどないらしい。ほとんどなくて、結構蓄積してからぐっと症状が出てきて、しかも肺が硬くなることによって酸素の吸収がなかなか難しくなってくるということで、非常に苦しむ病気、怪我になるということで、今更ながら私マスクつけるようになりました。3000円ほどです。フィルターを変えれば、ずっと使えるって言ってもある程度長期間使えるので、3000円で健康が買えると思えば安いもんだろうということで、ぜひ皆さんもですね、マスク使って溶接切断機使ってください。この四塚さんのね、マスクであればここに、邪魔にならず使えますし、これホームセンターでね売ってると思います。 Amazon でも売ってます。使ってください。というわけで面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。新工房で始まる何重の今後の展開にもぜひご期待ください。というわけでご視聴ありがとうございました。